おはようございます。ケッパコマスターです。全国の道の駅とかサービスエリアとか、普通の駐車場で迷惑行為をする人が多いというお知らせをしましたけれども、なんでこんな状態になったかというとですね、車中泊と一括りに言っても2種類大きく分けるとあるんですけども、一つが釣りだったり、登山だったり、サーフィンだったり、その日の朝出るとですね、渋滞にはまる確率が高いので、前の日の夜に出て、深夜に着いて、仮眠をしながら、次の日の朝から活動するために全泊をするというスタイルですね。今回ですね、問題になっているのは、オートキャンプスタイルですね。キャンプ場で行われるいろんなものを出して、景色を眺めながらお酒飲んだり、コーヒー飲んだり、やってはいけないところでやってしまっている人が大量に発生してしまったので、これが迷惑行為となっているわけですね。ほとんどの場合ね。このオートキャンプスタイルの車中泊って、オートキャンプ場以外ではできないんです。これがね、分かってないんですね。限られた場所しかできないんですよ、これは。これまず理解していただきたいんですよ。車中泊自体がグレーゾーンなんですよね。完全にいいですよとは言われてない場所が多いので、目立たないようにね、邪魔にならないように、迷惑にならないようにやってるんですが、そんな自分のこともね、棚に上げて、あまり人のことは言いたくないので、あまり言わなかったんですけど、ちょっと目に余るものが多いので、ちょっとだけ言わせてもらいますとですね、この先ほども言いましたどこでもオートキャンプという人たちがですね、勘違いをしていろんなところでやってしまってるので、ちょっと言います。道の駅とかね、行くとよくね、キャンプ禁止とか、バーベキュー禁止、最近は車中泊禁止まで書かれてしまってますけども、看板の目の前で堂々とやってるお父さんいらっしゃいますけども、ご本人はキャンプ行為だと思ってないんですよ、これを。車中泊だと思ってるんですよ。看板の目の前で堂々とテーブル、椅子出して、コーヒーでも入れてらっしゃるのかな。それはキャンプだと思ってないからできるんですよ。分かってやってたら大変な人なんです。こういう間違いがあるんですね。結構見かけるんですよね。車の駐車枠の中だから大丈夫だろうと思ってやってらっしゃる方が多いんですよ。車中泊というものを間違って認識してしまったために、こういうことがたくさん起きてるんだと思うんですよ。これ結構ありますよ。ご夫婦とかもね、いらっしゃるんで、良さそうな人なんですよ。お父さんとお母さん、仲良くやってらっしゃるんですけど、キャンプ場でやってください。普通の駐車場とか道の駅はやめてください。これはキャンプ行為です。以前もちょっとね、動画でご紹介しましたが、ルーフテント。これもね、僕はあんまりお勧めしてないです。駐車場とかではやらない方がいいと思いますよ。なぜかというと、テントというからには布なんですよね。薄い布1枚だけなので、お子さんとかが騒いだら駐車場に響き渡ります。騒いでる声が。はしごをね、使って上り下りしたりするんですけど、この時もね、お子さんはね、楽しいので騒いじゃうんですよ。これをね、隣の車でやられたらどうですか？迷惑じゃないですか？子供にうるさいって言ってもしょうがないと思って、これをやらしてしまった親に責任はあると思うんですよ。ルーフテントもキャンプ場とかオートキャンプ場でやってください。お願いします。ちょっとね、これ写真にも出てるんですけど、何台かで来てらっしゃって、2台ともルーフテントを出して、真ん中の駐車の枠を使って、はしごをかけるスペースにしてしまってるんですね。ということは、この真ん中のスペース、車止められません。これ多いんですよ。意外とこれ、週末とかに多いんですよ、こういう人たち。ルーフテントってめちゃめちゃ高いので、買ったら使いたくなるのはね、気持ちはわかるんですけど、キャンプ場でやってくださいよ。お願いしますよ。この2台にも限らず、何台かのグループになってしまうともう本当に立ちが悪い人が多いんですよ。最悪な人たちは、4、5台で車で囲んで真ん中でバーベキューしたり宴会してる人たちがいるんですよ。週末になるとね。集団になるとなんでこんな無茶なことをしだすんでしょう。相続と一緒ですね。手つけられないですよ、こういうの。もうすでに酔っ払って真っ赤な顔しておじさんたちが騒いでるので、そんなところに中心に行ったら喧嘩になるだけなんで、わざわざ行きませんけどね。やめましょうよ。ね。こういうのはやめてください。お願いします。この勘違いしてしまった人をなんで大量に発生したかというと、僕はね、メディアの責任だと思ってますよ。テレビ、雑誌、SNS。使ってメディアがですね、車中泊と題してオートキャンプをやってる姿の写真なり動画なりを使って広めていったわけですよ。これがね、今回の勘違いしてる人が大量に発生した原因だと僕は思ってます。メディアの責任です。ブームを作ってるのはメディアなので、これ勘違いしないでくださいね。俺たちが盛り上がってるからブームは終わってないと思ってる人が多いと思いますが、ブームはメディアが作るものなので、メディアの仕掛け方によってもう終わってるかどうかはもう判別できます。ブームはメディアが作ります。それはお金儲けのためです。それだけです。今回の車中泊並びにアウトドア、
キャンプのブームっていうのはコロナ禍の中で無理やり作ったんですよね。なぜかというと、従来のお客さん、メディアからすればお客さんのね、企業、航空会社とか鉄道会社とかホテル、旅館、そういったところの広告宣伝費、販売促進のための予算カットされたんですよね。当然ですよね。宣伝なんかしてる場合じゃない。ということは、それによってご飯を食べてるメディアの人たちは困るわけですよね。今までの大口のお客さんがいなくなっちゃうわけですから。もうどげんかせんといかんということですよ。だから無理やり作ったんですよね。アウトドアならなんとかやれるんじゃないかということで、無理やり作ったんですよ。そういうことですよ。で、そろそろもうコロナは収束に向かっておりますので、大口のお客さんの仕事が動き出したということは、もう完全にアウトドアの方には目は向いておりません、メディアの方は。ということは、もうブームは終わりました。わざわざそんなことをする必要はないです。自分たちが思ってるのとは違うところで、話は動いてるってことをご理解いただければ、ちょっとでもね、分かっといていただければ、今後の参考になると思います。注意しておかないといけないところが1点あるんですが、マスゴミですね。高橋先生が言ってるマスゴミの人たちはですね、これから何をするかというと、今まで持ち上げた分倍返しをしてくるはずです。さっきからずらずらといろいろ言いましたが、この迷惑行為、こういったことが報道されるときには、今までのように忖度する必要がないので、諸悪の根源みたいな言い方をして袋叩きにされます。いないとは思いますけれども、もし視聴者さんのね、友人とか知人とかで、これはまずいことやってるなーっていう方がいたら、本気で止めてあげてください。吊るし上げられる前に忠告しておいてあげた方がいいと思います。ちょっとね、悪いことばっかりだと面白くないので、ブームが終わるとちょっといいこともあるんです。今まで高かったキャンプグッズとか、いろいろなものが安くなります。企画品で大量にね、作ったようなものは 50% オフだの当たり前になると思うんですよ。まだね、今キャンプ場作ってるところがあるので、施工が始まったところはストップしません。キャンプ場増えます。まだまだ増えます。どうしてもね、オートキャンプ的なのがやりたいっていう人は、これから取りやすくなるので、オートキャンプ場でやってください。取りやすくなりますからね、予約がね。そうしましょうね。車中泊ってね、あんまり快適ではないしね、制約も多いしね、無理にやるもんじゃないです、こんなものは。あとはね、ペットと一緒に旅行したいっていう人はね、やっぱ選択肢がね、限られるので、いい方法かもしれませんね。はい、そんなところで、きっかけはね、ブームだったかもしれないけど、楽しんでいただける方が増えていただければ、目立たず、騒がず、車から出ないスタイルでやっていただければなと思っております。